皆さんこんにちは、はるです。私は今コロンビアに来ています。今回は南米日本食シリーズっていうことで、今日はコロンビアの首都ボゴタの日本食をレポートしていこうと思います。南米って日本の真反対の場所にあるじゃないですか。なので全ての国に日本食があるのかどうか、そして日本から一番離れた場所の日本食ってどう変化していくのか、この動画シリーズで検証していこうと思います。コロンビアに来る前にメキシコに出たんですけど、その時の感想がひどすぎてちょっと声が出づらいんですが、ちょっと耳障りかもしれませんが、動画は楽しんでいただけたら嬉しいです。あと前回の動画でマイクがぶっ壊れちゃったんですが、ボゴタの秋葉原的な電気屋さん街でマイクをゲットすることができました。今日はこれでやっていこうと思います。ボゴタ日本食で調べると一番出てくるのはラーメン屋さん、その次にちょっとへんてこなお寿司屋さん、あと焼肉屋さんとかちょろっとあるんですけども、日本の定食屋さんとかはもう一切ないような感じです。寂しいな、もう定食屋さんがなくなっちゃいました。今回はボゴタのラーメン屋さんに行ってみようと思います。もうコンセプトが大丈夫って感じなラーメン屋さんなんですが、ボゴタですごく人気なラーメン屋さんということで、今日は2軒ラーメンをはしごしようと思います。もうお腹ペコペコで準備万端です。というわけで皆さんもぜひ行った気分で楽しんでいってください。それでは、レッツゴー！もうラーメン屋さんの近くまで来てるんですが、かなり賑わってる路地を発見したので、最初にちょろっと寄ってみようと思います。コロンビア、夜は治安悪くてあんまり歩かない方がいいっていうのは知ってるんですけど、本当に街中といいますか、一番の繁華街なので、人も多いので、スリなどに気をつけれればいいかなと思います。路上パフォーマンスも盛り上がってますね。何ここ、めっちゃキラキラしてる。綺麗だな。ボゴタのこの辺りの通りは飲み屋さんがたくさんあって、もうどこに入ろうかな状態でございます。面白い形してるな。ちょっとあれに似てますよね。長崎のハウステンボスのこういう場所ありますよね。すごい映えな国でございます、コロンビア。どこ撮ってもインスタ映え。はい、早速見えてきました。先ほどのわやわや街を抜けると、ここにね、ラーメン屋さんがあるんですよ。はい、では到着いたしました。こちら、ラーメンハウスでございます。もう、すごいこのアニメ感。うわー、ベジータさんと悟空さんが出迎えてくれました。グラスカです。Thank you。ワンちゃんがいる。はい。ハロー。トランキーノかわいい、おっきい。ボニータね。すごいな。なんとお部屋によってコンセプトが違うそうなんで、私はドラゴンボールにしました。すごい。ナルトがラーメン食べてる。まず1階はこんな感じでドラゴンボールのお部屋空間になっております。すごいですね。うわー、これなんか日本人としてすごい嬉しい。じゃあメニューがやってきました。これなんだ？時間つぶしに使ってってことかな。塗り絵とかもありますね。いや、面白い。ではメニュー見ていきましょう。お寿司もあるんだ。焼き鳥とか餃子とか、春巻き的なのもあるみたいです。こちらがラーメンメニューになります。ウリガメラーメン、海洋系ラーメン、塩ラーメン、ナメックラーメン、牛肉ラーメン、ハメハメラーメン、ザーポーンラーメン、鳥山ラーメン、ベジラーメン、味噌ラーメン。半分ぐらい何のメニューかわかんないんですが、アニメ要素があって面白い。次はナルトになった。ここは寿司コーナーです。寿司なのに魔法のラーメンって書いてる。面白い。これアニメファンたまらんな。ワンピースになった。孫悟飯、亀仙、カツカレー、エビカレー。
カレーもある。すごいな。お、鬼滅になった。あ、セイントセイヤ、セーラームーン。いろいろありますね。デザートもある。では、餃子の6個セット、16,900ペソと、ラーメンはもう全部スペイン語で全くわからなかったんで、このカメハメラーメン、31,900ペソ。では、1階から見て回ろうと思います。これは、ヒーローアカですね。僕のヒーローアカデミア。と、ドラゴンボール、ワンパンマンもいる。ここはドラゴンボールコーナーです。すごいな。うまいな。こちらの部屋は、すごい。フリーザさんと、ガーラと、こっちには鬼滅隊ですね。煉獄さんと炭治郎がいます。この入り口では T シャツとかも売ってますね。T シャツとかピアスとかぬいぐるみなども売ってます。コップも売ってるな。財布、ポケモンカード、バッジ、ポーチ。これは多分全部アウトのやつですよね。これ、タルトの財布だ。かわいい。では、2階に行ってみましょう。ワンちゃん、どこにでもいるな。めっちゃ嫌がってる。この階段の横にも煉獄さんたちいますけど、多分書いてる人違いますね。絵のテイストが全然違う。遊戯王もいる。すごいな。ジュース回線もありますね。セイントセイヤもあるんだ。すごいな。こっちの辺は何だろう。ここはナルトですね。かっこいい。すごいな。でもちょっとね、ペンキの香りがするから、書いて新しいのかもしれない。うまいな。犬夜叉もいました。私、小学生の頃、犬夜叉好きすぎて、このコスプレやりました。コスプレっていうか、赤色の着物着て、満足してました。この部屋はワンピースコーナーです。すごいいろんなキャラクターがいます。この部屋もナルトですね。ナルト多め。では、反対側の2階にも行ってみましょう。どこまでも続いてますね。ここはドラゴンボールです。広いなぁ。魔人ブーたちがいる。こちらにもお部屋がありますね。すごいな。ここは女の子部屋ですね。カードキャプターさくらとか、書きかけのもありますね。遊戯王とか。ランマ2分の1懐かしい。ねずこちゃんもいる。からのいきなりのベジータさん。女子部屋やと思ったのにめちゃくちゃしっかり殴られてますね。この絵かわいいな。みんなで杖を掲げてます。カードキャプターさくらちゃんとか、お邪魔女ドレミとかいろいろいますね。これ、家にあった。めっちゃビー玉入れてた。では、やってきました。じゃじゃーん。こちらがカメハメラーメンです。すごいな。千切りのキャベツとめちゃめちゃしみしみな温玉とチャーシューとステーキみたいなお肉。これカニカマかな？見た目ちょっと硬そうなカニカマとナルト、海苔、いろいろ入っております。で、餃子はこういう揚げ餃子ですね。下にレタス引かれてるの嬉しい。で、こちらがコロンビアのビールでございます。朝日はなかった。残念。よし、ではいただきます。もう音楽が著作権もバリバリアウトなんで、喋りまくります。見た感じ、醤油ラーメン。麺もね、ちゃんと博多の細麺みたいな感じ。卵麺みたいに黄色い。では。美味しい。美味しいぞ。すごい。結構、醤油の味がしっかりしてて、塩気もあって、もうちゃんとラーメン美味しい。日本にあっても通いたいと思うぐらい美味しい。結構海外の日本食レストランって外国の方ってこう塩辛いものが苦手なんで塩分控えめだったりするんですけど、これがっつり塩分感じる。最高。この千切りがまた合うんですよ、ラーメンに。
ラーメンになかなかないシャキシャキ感が加わって美味しい。味玉しみしみやん。美味しい。で、このステーキ肉もね、すごいたくさん入ってる。ちゃんと炭火の香りがする。で、若干バーベキュー風味がついてて美味しいです。やばいな、想像の倍以上美味しい。侮ってたわ、コロンビアのラーメン屋さん。美味しいわ。チャーシューは脂身はなくってしっかりめのお肉なんですけど、醤油で味付けされてて美味しい。カニカマ、固めのカニカマがどんな感じなのか気になる。固めのかまぼこ、カニの味はしない普通のかまぼこ。なんと私としたことが、ビールのもの忘れてました。スリーコーディナーズって書いてるのかな。では乾杯。うわ、美味しい。結構辛口でコクがあって、もうビールって味がします。ですけど、すぐに後味がふわっと変わって、ラムっぽい甘さが出てくるんですよ。これ面白い。では最後に餃子いただきます。餃子は豚かベジタリアンか選べたんで豚にしたんですけど、中身ぎっしり豚詰まってます。もうソースつけてみよう。とろってしてる。甘だれかな。甘ったれだ。野菜嬉しいな。ではごちそうさまでした。ラーメン美味しかったです。具材ゴロゴロで食べ応えすごくあるし、家系ラーメンというか徳島ラーメンに似てるものを感じました。ラーメンも美味しいし、このアニメのコンセプトも面白いんで、コロンビア来た方はぜひここのラーメン食べた方がいいと思います。では時間がないので次のラーメン屋さんに行こうと思います。では行ってきます。ではごちそうさまでした。お値段はトータル67,700ペソにチップが 10% 入って、で、すべて込み込みで73,968ペソです。では今から次のラーメン屋さんに向かおうと思います。さっきのラーメン屋さんから歩いてすぐなんですよね。お腹は今、6分目、7分目ぐらいかな。あとラーメン1杯ぐらいは余裕でしょうということで行ってきます。はい、では次のラーメン屋さん到着したけど、空いてるかなまだ。すごい、ここもめちゃめちゃ凝ってますよね。ナルトの等身大の模型が。Hola! Closed? It's open? Closed? なんと30分前に閉まっちゃいました。明日もお昼の12時に開くということで、飛行機があるんで食べれません。残念。なんとラーメン屋さん早く閉まって食べれなかったので、今からタクシーに乗って十数分先にある魚寿司っていういかにも日本人がやってなさそうなお寿司屋さんに行ってみようと思います。ウーバー読んだんですけど全然捕まらなかったんで流しのタクシーにしてみました。ちょっとドキドキ。最終的に11,300ペソでした。チップフォーユ。いや、グラシアス。チャオ。では無事お寿司屋さんに到着しました。ウーバーで見たときは26,000ペソだったんですけど、さっきのイエロータクシーに乗ったらなんとチップ込みで12,000ペソでした。めっちゃ安い。半額以下になりました。なんと魚寿司店舗がありませんでした。ということで近くのお寿司屋さんを見て回ってるんですけど、だいたい営業時間前に閉まっちゃってます。唯一1箇所だけちょっと空いてるっぽいお寿司屋さんがあったので、そちらに行ってみようと思います。空いてるかな。なんかまた閉まってそう。こちらでございます。なけ寿司。空いてる。これお寿司屋さんなんかな本当に。Hello, it's open? Gracias. Hola. なんとここも閉まっちゃってた。残念。なんとかまだあと1時間近く空いてそうなジャパニーズレストランを発見しました。ここに行ってみようと思います。Hola.
なんと店内に寿司ラーメンっていっぱい書いてたんですけど、寿司もラーメンもありませんでした。まさかのただの飾り。次はウーバーを捕まえて10分ちょっと先の高級めのお寿司屋さんに行こうと思います。もうそこしかない。で、今まで旧市街をぐるぐるしてたんですけど、次は新市街という新しめのショッピングとか高級ブランドとかある、そういうエリアに向かおうと思います。はい、では到着しました。こちらの聖域寿司です。門構えがすごい。しかも3階でちょっとディスコみたいになってますね。すごいのれんがかかってる。おしゃれだな、和洋折衷。すごい日本風ですね。習字が飾られてます。ブスダボさん、かわいい。でもこちらがメニュー表で、握りはまた別に QR コードから読み取れるようになっています。私はですね、この枝豆バター醤油が面白いなと思って注文して、ちょっとね、久しぶりに唐揚げ食べたいなと思ってこちらにしました。あとは握りを3貫注文しました。あとね、熱燗もあったんで頼んじゃいました。はい、ではやってきました。本当は手羽先が良かったんですけど、なかったので、こちらの唐揚げ。日本と違ってレモンの代わりにライムがあります。こちらお寿司、トロサーモン、ハマチ、マグロ。ガリがちょびっとついてて可愛い。そして枝豆バター醤油、初めて聞いた。では、いただきます。では、枝豆から、すごいもう、味噌がたっぷりくっついてる。おー、美味しい。枝豆のホクホク感と、甘い味噌と甘いバターがね、すごく合います。美味しい。では今日の大本命のお寿司、ハマチから。ハマチってプリプリしてるイメージなんですけど、もう食べたらホロホロホロフワフワって口の中に溶けていくような感じでした。ドバイ万博のスシローで食べた感じに似てる。トロサーモン。ただ日本酒がやってきました。先についちゃおうかな。熱っで、持ち手めっちゃ熱い。もう半年以上ぶりの熱感です。では皆さん、乾杯。美味しい。なんじゃこりゃ。さっきのサーモンは最初に食べたハマチと違って逆にクミクミと食感が良かったです。マグロ。かなりさっぱりしたマグロでした。マグロの味がするっていうよりか魚って感じだった。唐揚げ。おろこ。生姜とかニンニクの香りがふわーって広がります。ちゃんと下味をつけた美味しい唐揚げです。ちょっとライム絞ってみよう。ふわーって温まる。枝豆タワー完成。ちょっとクリスマスツリーみたいになった。お寿司とお久しぶりの熱燗、美味しゅうございました。ではごちそうさまです。はい、ではお会計終わりました。今回の動画いかがでしたか？やはりコロンビア南米ということもあって、ラーメンにキャベツが入ってたり、バーベキューのお肉が入ってたり、あと枝豆に味噌バターの味付けがされていたりと、日本にはない日本食を今回食べることができてとても面白かったです。でもここ
のお寿司だいぶ高かったですね。やはり日本食は嗜好品といいますか、コロンビアの富裕層向けのお店だなと思いました。また次の動画でも日本食食べる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。次の動画の日本食シリーズでは声も治ってることでしょう。もう治っててほしいっていうか、もう治って早く、今日は早くお家に帰って寝ようと思います。今回の動画面白かったよ、役に立ったよという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。